世界の破壊者、井上俊樹。井上俊樹、やりすぎやろう。戦隊やライダーでゲスト登板した回のごとく、カオスな兄折会をやってくれましたね。井上俊樹さんの脚本だとなった瞬間に、界隈が騒然としましたもんね。娘さんが現行の戦隊でメインをして、父親が戦隊オマージュアニメで無法地帯をやらかす。ロックだよね。レッドの過去や親友との対決といったアニメオリジナルの掘り下げとして、ちょうどいいお話を提供しつつも、出るわ戦隊キャラのパロディ描写。しまいにはアクエリオンも登場するという暴走っぷり。最初はアクエリオンオマージュの敵が出てきたのかなくらいでしたけど、たちの本家が出てきてビビりましたね。多分これにも元ネタがあって、平成末期まで毎年公開されていたスーパー戦隊と仮面ライダーがクロスオーバーする通称春映画というのがあったんだけど、その宣伝として通常放送の回で戦隊とライダーがコラボするお話や合体して1時間スペシャルとして放送していたことがあったんだよね。戦隊とライダーは同じ東映、異世界レッドとアクエリオンも同じサテライト、コラボするのも必然だったということだろう。元ネタがあったとてむちゃくちゃすぎますけどね。いやそれでも今回はやはり戦隊キャラネタが濃すぎたからこれを語りたいよ。まずはデカレンのジャスミンと梅子はキスナイエローだからわかるとしても、わざわざこのシーンのためだけにジャスミンのオリキャスまで呼んでくるとは。そしてこちらはドンブラのキジノと思われるサラリーマンとルパパとのトーマと思われるシェフ。キジノはこっちでも独占力つよつよなんですね。そしてカオスな集合へ。左から順に忍者戦隊核レンジャー、超高戦士シャンゼリオン、超人戦隊ジェットマン、仮面ライダーアギト、匿名戦隊号バスターズ。シャンゼリオンとアギトは井上先生が脚本していたつながりでしょうけど、やりすぎですよ。5バス以外は平成初期の作品で令和世代本当にわかるのかってラインナップですしね。イエローバスターと忍者ブルーはオリキャスがキズナ5にいるから、あと忍者レッドのオリキャスさんもいるからというのもあるだろうけど、この3人は劇中と同じセリフを言ってたね。特に核レンジャーは第1話のセリフを細かく再現してた。まあでも一番すごいのは、レッドの同級生として出てきた学生5人が、キャラデザも声も完全にレンジ戦隊メガレンジャー。5人全員揃えてきてるの、端的に言って頭がおかしいですよ。現在、声優さんしていて、キズナブルーの声もしているメガブルーはともかく、それ以外の人は声優業どころか俳優業を引退している人もいるので、どうやってキャスティングしたんだろうと気になりすぎてしょうがない。ヒドラとテルティナがカードに吸い込まれるという異常事態で終わったんですけど、本編終わっての余韻がそれどころじゃない回だったよね。今回は以上です。皆さんの感想やご意見をコメント欄に投稿してください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の異世界レッド感想でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。